はいどうも、ゆちチャンネルです。今回は10月31日に満を持して正式発表となったサイズのヒエラルキーを超えたレクサスのラグジュアリーコンパクト SUV LBX に待望のエレガントが追加設定されたということで、その内容を当チャンネルらしく徹底解説させていただこうと思います。今回追加設定となったエレガントは、実は LBX 購入希望者には数ヶ月前から内々ではあったようなんですが、販売店で告知と購入希望者には受注申し込みを受け付けている状況でした。私も担当の営業さんからちらっと話は聞いてて、まさかね、正式発表がここまで遅くなるとは思ってもみませんでした。当然、レクサス好きの方ですとか、他の SNS 情報などですでにね、ご存知の方もいるかとは思いますが、確認の意味合いでも最後までお付き合いいただけると嬉しいです。ということで、早速、今回追加設定となったエレガントの仕様を見ていきたいと思うんですが、今回設定されたエレガントを紐解く上で、比較車両があった方がより分かりやすいかなと思いまして、現状ビスポークビルドを除けば最上級グレードに位置するモデルリラックスを今回は比較対象車両としたいと思います。その理由なんですが、今回追加設定されたエレガントモデルは言ってみればリラックスモデルの下位グレードに位置する車両と言い換えても差し支えがないほど、標準装備の面や内外装において似てる点が多々あるからなんですよ。ですので LBX のリラックスモデルを購入検討されてみえる方は、今回の動画をご覧になった上で今一度ですね、再検討してみてもいいかもしれないですよ。もしかしたらかなりお得にね、LBX を購入できてしまうかもしれません。動画の後半では両モデルの乗り出し価格についても試算してますので、ぜひ最後までお見逃しのないようお願いします。それではレクサス LBX リラックスとエレガントの徹底比較やっていきましょう。今回追加設定されたエレガントなんですが、車両性能や予防安全装備、選べるメーカーオプションに関しては他のモデルと全く同じ設定となっています。エレガントだからといって選べるオプションに制限があるわけでは全くありません。ですので結論から言ってしまえば違いがあるのはこの4点だけとなります。1つ目、車両本体価格の違い。2つ目、選択できるボディカラーの違い。3つ目、シート表皮素材、内装カラーの違い。4つ目、標準装備設定の違いとなります。それでは一つずつ詳しく解説していきます。一つ目、車両本体価格の違いについてなんですが、LBX 最上級グレードリラックス FF モデルの車両本体価格が460万円となっています。では今回追加設定された LBX エレガント FF モデルはどうかというと、なんと420万円となっていまして、リラックスと比べると40万円も安い価格設定となっています。これはね、なかなかお買い得な金額設定な気がします。オプションをもりもり追加したとしても500万以内でサクッと乗り出せてしまう匂いがプンプンしてますよね。じゃあ実際その中身はどうなっているのか詳しく見ていきましょう。2つ目、ボディカラーの仕様についてですが、リラックスとエレガントではもともとルーフの色もボディ同色となる仕様なんですが、リラックスとエレガントではモデルによってそのモデルでしか選べない限定カラーというのが設定されています。まずリラックスでしか選べない限定カラーはレッドスピネルとなっております。一方、エレガントでしか選べない限定カラーはアストログレーメタリックとなっております。はい、そうなんです。端的に言ってしまえばこれだけの違いなんです。それ以外のボディカラー、ソニッククォーツやソニッククロム、ブラックマイカ、ディープアズールマイカメタリック、特別色のソニックカッパーなどはどちらのモデルであっても選ぶことが可能です。個人的にですね、この程度の違いであれば全く問題とならないような気がします。どうしてもね、レッドのボディカラーがいいと、そういった方は別なんですが、白黒系のボディ色を好まれる方にとっては全く関係ない話となってきますよね。
補足情報なんですが、もう一つの最上級グレードのクールですと、ボディとルーフの色を変えるバイトーンカラーが選択できます。また、クールで選べるボディ色はエレガントと全く同じ仕様となっております。続いて3つ目です。選べるシートカラーと素材の違いについてなんですが、これも単純明快です。選べるシートカラーが2種類なのはどちらのモデルであっても同じなんですが、リラックスだとブラックとサドルタンの2種類ですよね。エレガントでは新しくモーブとソリスホワイトの2種類から選択可能となっています。モーブの方がサドルタンよりもさらに落ち着いた茶系内色となっていまして、ソリスホワイトに関してはもう説明不要ですよね。白系内装が選びたかった方にはもってこいのモデルとなっていると思います。そしてシート素材ですが、リラックスのシート素材はセミアニリン本革となっているんですけど、エレガントのシート素材はエルテックス、つまり合皮素材となります。そう、それだけの違いです。細かいことを言えばですね、リラックスではハンドルですとかシフトも本革仕様となるんですが、エレガントはその部分もすべてエルテックス合皮となります。ですが、レクサスのエルテックスはかなり見栄えがいいですので、普通の人からしたら、これって本革って思ってしまうほどの質感の高さだと思います。個人的にはこれで40万も安くなるなら、全然問題ないなと思ってしまいました。ちなみに、ドアトリム部ですとかアームレスト、オーナメント表皮はリラックスであってもエレガントであっても全く同じ合皮素材となってますので、質感の違いはシートとハンドル、シフト、この3箇所のみの違いとなっているのが特徴です。では最後に4つ目、標準装備の違いについてですが、まずはホイールのインチ数とデザインに違いが見られます。リラックスは標準で18インチのホイールとなっているんですが、エレガントでは17インチとなってまして、ホイールデザインも変わります。私的にはエレガントの17インチのホイールはちょっと趣味ではないんですよね。なんかね、安っぽっちい感じがしちゃってます。同じような感想を抱いたそこのあなた、安心してください。リラックスと同じホイール履けますよ。なんと49,500円をプラスすると、リラックスと同じインチ数、そして同じホイールデザインが手に入っちゃうんです。これはね、本当にありがたいです。そしてね、この5万円を切る価格の安さ。逆にリラックスモデルのオーナーさんからしたらもうマジかよと。そりゃないよっていう案件ですよね。あと、エレガントでは ITS コネクトがオプション設定となっている点と、キックダウンスイッチがつかない設定となっています。そして細かい部分なんですが、インテリアイルミが単色仕様となっている点です。リラックスでは64色のマルチカラーから選択可能ですが、おそらくエレガントでは白色の単色のみの設定となっているようです。はい、これだけの違いです。どうでしょうか？全然不満となる点ないですよね。ITS コネクトも欲しければ27,500円で付けることができます。キックダウンスイッチに関しては別になくてもそこまで支障ありませんよね。イルミパッケージに関してもこだわりのない方からしたら別に単色でもいいじゃんっていう話じゃないですか。ってことで以上がリラックスとエレガントのモデル内容の違いとなります。そうなんです。これで本体価格が40万円安いんですよ。かなりね、お買い得じゃないですか。外観のデザインは全く同じです。外装の違いはホイールの差だけとなってます。しかも、オプションのホイールを装着してしまえば、外見だけでリラックスとエレガントを判別するのは難しいかなと思います。また、仮にリラックスで標準装備となっている18インチホイールと ITS コネクト、この2つをオプション装着したとしても合計77,000円となってます。本体価格差で見ればそれでも323,000円も安い設定となっているんですよね。ということは実質この323,000円が本革シートですとかキックダウンスイッチ、マルチカラーイルミ代ということになるわけです。皆さんはこの価格差に対する装備の違いは妥当だと思いますか？
ぜひコメントでお聞かせください。ということで、最後に両モデルの乗り出し価格を試算していきたいと思います。装着したオプションはご覧の通りとなっております。カラーヘッドアップディスプレイ、置くだけ充電、純正フロアマット、アドバンストドライブ、アドバンストパーク、ドライブレコーダーとなっております。アドバンストドライブをつけることで渋滞時ハンズオフ運転が可能となるだけでなく、緊急時操舵支援ですとかフロントクロストラフィックアラート、レーンチェンジアシスト、ドライバーモニター連携がついてきますので、先進の予防安全装備が漏れなくつきますので必須オプションかなと個人的に思います。カラーヘッドアップディスプレイですとかアドバンストパークも同じように大多数の方が装着すると思いますので、今回試算に盛り込んでいます。エレガントモデルにだけはできるだけリラックスと同じ標準装備となるように ITS コネクトと18インチホイールを追加でオプション装着してます。では、この装備内容で乗り出し価格は一体いくらになったかというと、リラックス FF モデルは総額501万9310円という結果となりました。一方、エレガントFF モデルはというと、総額469万6310円という結果となりました。両モデルの差額は32万3000円となっております。これも先ほどお伝えしましたが、実質 ITS コネクトと18インチホイールにした金額差分がそのまま乗り出し価格差となる結果になりました。皆さんどうでしょうか？外見の見た目は全く同じ。標準装備の内容もほぼ同じ。質感も合皮となるだけで遜色ないと思いませんか？それでいて乗り出し価格が500万円を大きく下回ってくるんですから、この追加設定されたモデルは今後の LBX の販売をより好調にさせる起爆剤となることが大いに予想されます。装着するオプションを厳選すれば乗り出し価格450万円以下で購入することも可能になってきます。この価格であれば、400万弱なら意外と私でもレクサスオーナーになれるかもって、そう考えられる層も増えてきそうですよね。また、元々の購入者層がセカンドカー仕様ですとか、2名以下での乗車を想定した若年層からシニアの層まで、購買意欲をさらにかき立てる価格設定となっているように感じます。私個人の見解ではありますが、この内容の違いだったら別にリラックスじゃなくてもエレガントでいいんじゃないと思えてきます。車両性能自体に全く違いはありませんし、F スポーツモデルのように電子サスですとかパフォーマンスダンパー、F スポーツ専用装備の設定があるわけではありませんので、特段こだわりがなければもうエレガントで十分なのかなと思います。そうなってくると今後リラックスモデルの立ち位置が微妙な立ち位置となってしまわないかが心配になってきます。クールモデルはどちらかというとスポーツ寄りな内外装に仕立てられている感があって、ボディカラーもバイトーンが選択できたり、内装もウルトラスウェードを基調とした本革のコンビシートですとか、フロントリアともにブラックのブレーキキャリパーが装備されていたりと、エレガントと比較すると装備にちょっと特別感があるように思えます。ただですね、2023年6月にイタリア・ミラノで発表された5つのグレードのうちの残り2つ、アーバンとアクティブモデルの追加設定が今後の年次改良時期で行われる可能性も少なくはありませんので、その内容と価格次第では、クールの立ち位置自体も危うくなる可能性はありますね。正直、私がクールやリラックスのオーナーなら、せめてね、上級グレードにはベンチレーションですとか電動テレスコチルト、ムーンルーフを標準装備もしくはオプション設定にするとかですね、マーク・レビンソンなどの特別装備を装着できるのは上級グレードのみにするとか、何かしらこの上級モデルならではの特別感ですとか価格差以外の差別化が欲しいなと、もし私がオーナーなら個人的には思ってしまいます。実質リラックスとエレガントでは32万3000円でシート素材とキックダウンスイッチ、インテリアイルミに違いが生まれるわけなんですが、考え方によってはこの32万円でモデリスタのフルエアロを組むことだって可能となるわけなんですよ。
私的にはマルチカラーイルミがつかないのは、若干痛いですが、同価格の乗り出し価格でモデリスタのフルエアロが手に入るなら、もうね、全然エレガントでもありかなと考えちゃいますね。別にシートは LTEX でも本革でもベンチレーションがつかないなら、そこまで変わらないと思ってしまいます。ということで、今回はレクサス LBX 待望の追加グレード、エレガントを徹底解説させていただきましたが、いかがだったでしょうか？皆さんは今回のエレガントモデルの追加設定はどう感じてますか？お買い得モデルが出たですとか、これならリラックスを選ぶかなとか、この価格帯を待ってたんだよとか、お気軽にね、コメントで皆さんの感想をお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。当チャンネルはこんな感じでレクサス関連のあれこれやライバル車両になりうる車など勝手気ままにチェックしてお届けしております。よかったらいいねやチャンネル登録で応援してもらえると私のモチベーションも爆上がりしますのでぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。